モットチャンネルをご視聴いただいてありがとうございます。モットです。今回はネットで見つけた、これちょっと使えるかもなっていう木箱の製作などの直角止めに使えるガイド、クランプ、これを制作しました。それではスタートです。今回のガイドで使うのはこの 12mm のベニヤです。でこれを 120mm×120mm の板用意します。絶対この大きさではなくて売っているものでもいいと思います。ただ厚みは安定感を求めると 12mm ぐらいあった方がいいかなと思います。それと 10×30 の工作材、こちらもサイズはこれにこだわらなくても大丈夫です。今回は L 型のパーツについては幅を 30mm にしようと思います。カットについてはノコガイドを使います。このノコガイドは作り方を概要欄に記載しておくので、まずこちらを作って、そしてこのガイドを作る方がいいかなと思います。ここは直角にカットをしたいので、スクエアを使ってまず墨線に合わせます。その後にノコガイドを当てて、これでクランプで留めます。今度はこの四角形の方を三角にカットします。次にこの端材の長さなんですけど、だいたいここはゴムをかけるのでこのぐらいの長さ、1センチぐらい出て、ここはちょうど角に当たるぐらいがベストかなと思います。ガイドが完成しました。実際この直角をカットするの難しいなと思われるかもしれないんですけど、まずは練習のつもりでやってみてもいいかなと思います。例えばこういう板を2つ直角に合わせてビス止めしたい、木箱作りとかではよくある場面です。でこの時に押さえたままビス打ちをしようとしても不安定になるので、直角に組むことは難しいです。通常こういったコーナークランプを使って板を挟んで、こうやってビス打ちすることで正確に直角な木箱の製作ができます。でその代わるものとして今回のこの直角ガイドです。どういうふうに使うかというと、まずこれとこれをこうやって合わせます。そしてゴムバンド、これでこういう感じで留めます。ゴムバンドにインシュロックでストッパーをつけます。固定する板の厚さに合わせてバンドの強さを調整することができます。これをこうスライドさせて、あまり強すぎるとこれだとバーンとなってしまうので、ある程度適度な調整は必要になります。でこれを
こういう形でかけておきます。あとはこの固定したいところに伸ばして当てて固定する。固定するときにはここを持っていないとこんな感じで弾けてしまうので、ここだけ押さえて持って、であとはこの辺りにもう一本ずつ足すと、さらに安定感が増すのかなとも思います。ということで、ネットに出ていたものから少し改造して、ここに2つ角材をつけました。こうすることによって、両方で挟み合うので安定します。これだったら大丈夫ですね。はい、いかがだったでしょうか。実際ネットで見つけて、あ、これいいなと思って作ってみると、いや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 、ちょっとそのまんまじゃ使えないよねっていうの結構多いんですけど、今回のも元のスタートは、あ、これいいなと思って作ってみたんですけど、結果的に言うと一部修正をしたり改造したりっていうのをやって、あ、これだったら使えるなっていう状態になりました。多少加工の中で直角にカットしたりとか難しい部分あるかもしれないんですけど、作り方次第ではいろんなサイズに合わせることができるので、これも一つありかなと思います。よろしかったら参考にしてみてください。もっとチャンネルではこのようなネットで見つけたこれいいかなっていうガイドの制作検証やジグ制作動画などを配信しています。またモッツ工房では家具や雑貨などの制作動画を配信しています。よろしかったらこちらもチェックしてみてください。また今回新たに始めたジムニーのレストアチャンネル、まだまだ方向性がかっちり決まってない中スタートはしてるんですけど、車のレストアとかに興味がある方はこちらもチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。